こんにちは、モーリーです。旅あちこ投資ということで、今回お届けするのは西表島の中の陸の孤島、船でしか行けない奇跡の集落船浮。人口わずか40人の集落に眠る驚きの歴史、サンゴきらめく秘境ビーチと降るような満天の星空。リピートの西表島で今回初めて泊まってみたら、ここが一番心に残りました。ぜひ大画面で何度もゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。西表島のさらにその奥、船浮は同じ島の中なのに道路が一本も通じていない船でしか行けない集落です。暮らすのはわずか40人ほど。港のすぐそばに肩を寄せ合う家々と小さな学校。集落は歩いて20分もあれば一回りできてしまいます。けれどこの小さな集落には驚くほど濃い物語が詰まっています。実は船浮はあの西表ヤマネコが1965年世界で初めて発見捕獲された記念すべき地。さらに時を遡れば太平洋戦争の時代、天然の良港だったこの湾には旧日本軍の要塞が築かれ、特攻艇の格納庫などの遺構が今も静かに残されています。美女かまどまと役人の悲恋を歌った民謡殿様節が生まれたのもこの地。小さな集落に島の記憶が幾重にも折り重なっているのです。集落から山道を歩くこと10分余り、たどり着くのは秘境の中の秘境、伊田の浜。遠浅の海にサンゴが群れ、シュノーケリングで潜ればすぐそこに楽園が広がります。そして日が沈めばこの集落の本当の贅沢が始まります。街灯の少ない夜空を埋め尽くす満天の星、そして何より島の人たちとの何気ないユンタク、おしゃべりの時間。不便だからこそ人と人とが支え合うこの集落の温かさこそが一番のごちそうかもしれません。この秘境へは西表島の白浜港から定期船でおよそ10分、石垣島から西表島へ渡り、島の道の終点からさらに船を乗り継いでようやくたどり着く離島の離島です。道が途切れた先にあったのは人のぬくもりでした。心をほどく極上の自己投資、船浮の魅力を一緒に楽しみましょう。船浮の旅に行く前は小浜島の旅を楽しみました。こちら絶好の天気に恵まれまして、最高に癒される滞在ができました。星空も最高だったので、ぜひ別動画でご覧くださいませ。そしてその次はですね、西表島にやってまいりました。こちらも天気のいいまま、最高のトレッキングと最高の星空、そして数々のめったに聞けない話を聞くことができました。ぜひこちらも別動画でご覧くださいませ。はい、時間はこんな感じ。結構意外とあるんですね。でチケットは中で買うと。書いてるな、船内で。あれでも前は外で買ったような気がしたけどな。外でも買えるんか。前一時は窓口。そうですね、前窓口で買った気がするんですよ。もう船の中。やっぱ動画定期的に撮らないと常識変わってますね。ショーを引いてるんで、僕ってすっごい浅いんですよ。だから今日かなり無理な引きずるかもしれんみたいなぐらいの回避しながら。ああ、そうなんですね。レアな。あそこがもうほぼ歩けるんで。ああの間が。あ本当よ。めっちゃ浅い。そこ多分赤いホールがあるんですけど、ぐーって右に大きく行って、左のもう S 字でこう行くはずですね。もうすごいレア。レアなんで、大潮の干潮だけしか。ありがとうございます。物資を運んだりしてるんですね。最高の船旅になりそうですね。まだ出発してません。めっちゃ見られます。10分の航海です。進み出しましたか？来たー。ありがとうございます。ありがとうございます。英子さんありがとうございます。最高のアテンドでした。ありがとう、西表島。楽しかった。次行くとこも西表島やけどな。ありがとう。
ここからレアなルートを通っていきます。かなり潮が引いてるんで、通常通らないようなルートを通っていくということです。で、船駅は人口約42人ぐらいが住んでる。本当に何もない。電波はソフトバンクとかだと入らないみたいな感じで聞いております。めちゃめちゃ浅いとこ通ってるから、めっちゃゆっくりギリギリのラインを通っている。お、浅いとこ抜けたんか？スピードが上がってきた。またゆっくりになった。また浅いんか？本線はまもなく船乗り港に到着いたします。さあ、着いた。さあ、もう着いた瞬間にちょっと時が止まったかのような感じになってます。いやー、美しいですね。素晴らしい。イノシシそば、イノシシカレー、缶ビール、ソフトドリンク、ブーの実、あ、なんかあったな、これ。で、今日、火曜日だから、なんと、休みか。なんと定休日じゃないですか。営業日、金、土、日、月やから、今日火曜日やから、なんといきなり定休日。ブーの家行きたかったな。明日も空いてない。船浮は別の島みたいな感じのイメージがありますけど、西表島の中の船でしか行けない集落なんですよね。だから、西表島っていうことなんですよ。この白浜港から船でこう来たのか、こう渡ってここに来たみたいな感じなんですね。面白いですね。船の偉大さやな。それにしてもいい天気や。前も天気には恵まれたと思うんですけど、うちもなんかいろいろあります。あ、こんにちは。今回は民宿釜土間荘さんにお世話になります。7時ぐらいに準備するのでいらしてくださいね。はいはい、こちらお水とか水蒸気もあるので自由に座ってください。ありがとうございます。いいっすね。どうぞどうぞ。すみません、ちょっと散らかしてますけど。ありがとうございます。今の方使ってください。ありがとうございます。そしたら真ん中お手洗いで両手割ってですね。あ、こっちはシャワー。こちらとこちらですね。ありがとうございます。お願いします。じゃあ僕はこのベッドの部屋にさせていただきます。いやー、すごいっすね。島って感じのいい感じ。扇風機があってって感じですね。散歩行ってらっしゃい。ここは何ですか？ここお店ですか？ここお店ですね。お店明日利用したい。あ、ここ、見覚えあるな、この自販機。いや、助かるな、自販機。ブーの家、閉まってるんですよ。もしかしたら臨時開店もあるかもしれないんでね。念のためにブーの家に来ましたが、ここは違うか。ここに書いてる。本日休業。いや、そもそも2時までやから、そもそも空いてないわ。今4時や。すごい花を触ってる。学校か。見たな、これも。学校だ。船浮小学校。生徒さん何人なんやろ。船浮校、創立101周年になってるやん。だから前来た時は100周年になってなかったから、あんな記念碑みたいなのもなかった。記念碑できてる。なんか神社みたいなのもあるな。歌木や。船浮歌木。あそこになんか
これ入ったらダメかな。多目的集会所、集会施設。ここら辺からは前回時間がなくて行けなかったところになりますね。すっかり干上がってしまってるな。潮が引いて。こんな謎の、行き止まりやけど。あ、こっち。どっから入るんや、これ。険しいところを登らないといけない。誰かの枕みたいなのが落ちてるな。すでにもう秘境やな。ちょっとだけロケハンみたいな感じで歩こうと思ったけど。おお、干上がってるビーチ。来たー。潮が引いてない時だともっと綺麗なんでしょうね。で、今、潮が引いてるから、潮が引いてるところを辿って、ぐるーっと回って、井田の浜まで行けるらしいんですよね。だから今しかできない。それをやるべきなのかどうかを今、悩んでます。変なところまで行って、途中でいきなり潮が満ちてきてもう帰れませんみたいな。向こうで野宿みたいなこともなりかねないんでね、ちょっとしっかり確認をしに来ましたが、よくわかりません、正直。ここからね、本当はここの道を通って行くんですよ。それをこの上をぐるーっと回って行くんですよ。これ航空写真にした方がわかりやすいかな。読み込むか。来た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 。ここの周りを通っていくんですけど、相当ハードルが高そうに感じるんですけどね。でも今だったらいけるらしいです。ここ今だったらめちゃめちゃ綺麗なんですよ。ああ。逆にここ通れないんですか？いや、全然通れたんですよ。あ、通れるんですか？ここにブロック突き当たりじゃない。はいはい。あそこから投げれたんですよね。さっき見てたらなんか形変わってたやつ。あれ、超大型タンカーとかがあそこに。その台風とか来た時に、ここは海荒れないから、ここにタンカーとか逃げ込む場所みたいな。めっちゃ穏やかやもん。この穏やかなゆらゆらしてる海を見るだけでめっちゃ癒される。もうこれだけでここに来てよかったと思えるようなね、そんな場所ですね。飛鳥とかもああいう感じなところで止めたな。小笠原諸島で。で、そっからタグボートで来るみたいなのありましたね。気持ちが穏やかになる、ここの波のように。結局こっちから行くことにしました。なんか道変わった。こっちがなんか道っぽいの。なんか閉ざされてる。イノシシが集落に来ないからね。ああ、開けていったらいいってこと。イノシシ侵入防止策。定休日ではなかった。やってます。開けたら閉めるでいいんですね。石垣島の北部の道でもあったりとか。ああ、エコロード。牧場の必要ですけど、こっちは野生でしたらね、このイノシシがね、襲ってくることはないんですけど、ちょっと不能線なんで、はいはいは高速でかけられてるんですよ。い。ウイヌカー。もう読み仮名も読みにくくなってる。古くから船置村の水瓶として人々の生命を守り、農業を育んできたと。炭鉱時代、ここも炭鉱をやってたんや。上の川の水は良質で、療養に効果があると言って訪れる人が多かったと。洗濯でも使った。まあいろんな人も僕も動画をモーリーチャンネルでやる前はチェックして、やっぱみんなすごいなって思ったりするわけですよ。またスーツさん見てると、よくこんな知識がバンバン出てくるなみたいな。事前に知られてるんやろうかとかね。若いのすごいなみたいな。でも、そこは勝てないなみたいな。どう僕が今からじゃあそこの部分磨いても勝てないなと思ったけど、絶対的にもう向こうが真似できないな。年齢の高さじゃないですか。もうそこはもう絶対に追いつかないから、衰えていく感覚を知るのはやっぱ体験者しかできないから、まあだからそこを勝負できるかなみたいな。それっていつ気づいたんですか？いや、やっぱ僕もともとその YouTube はビジネスマインドを発信してたんですよ。だからそれでやっぱり伸びなかったんで、まあなんで伸びないんだろうと考えた時に、別に僕からそのビジネスマインドを知る必要がないみたいなところにたどり着いて、でも旅の中でそういうビジネスのエッセンスだったりとかを言う人はいないなと思って、そういう視点持てる人ってあんまりいないなと
と思って。だから今まで全然伸びなかったビジネスマインドを発信したらもう無駄にはなってないんですよ。それを旅の中でスパイスとして入れてるみたいな。でもやっぱ YouTube って僕も作り込んでる方だけど、綺麗な映像を作ったら伸びるってわけでもないし、で僕もまあそのトークスキルも徐々にやっぱ上げていくし、綺麗な映像でなおかつトーク、面白いトークがないんですよ。そう、それはないと思います。だから僕もめっちゃ切り分けてるんですよね。やっぱ綺麗な映像を見せてるシーンはもうとことんそっちに寄せて、で、しょうもないこと言ってるときは別に映像は撮らない。そう、そんな真面目な話をしてるときに、浮ついた話はしてないですね。船浮きだけど。さあ、見えてくるか、井田の浜。うわ、すごい。光が。来るか二度目。二度目で感動はあるのかなんか浮いてる。来た。井田の浜。誰もいない。貸し切りです。ありがとうございます。最高っすね。あれ火がここ落ちないって言ったけど結構落ちるんじゃない？うわぁ。いいな。今5時40分ですよ。5時40分でこれ。まだ泳げるかなと思って泳ぐ道具まで持ってきましたよ。これは素晴らしい。透明度えぐいな。透明度えぐすぎ。この光の感じも美しい。このなんか葉っぱがね、近いのも、これもリアルですね。すごい、ハンモックまである。ああ、なんかいろいろあるな。何これ。ここで、なんかヨガでもやるんか？エアリアルヨガとか。あ、なんか施設もある。テントサウナか。テントサウナがあるな。リゾナーレ西表島さんがやってるらしいです。それでそのままこのビーチに飛び込むってやつですね。浅いところ回っていってあの崖を通りながら行くっていうことか。あれ泳いでちょっとあっちまで見てみようかな。あっち側がサンゴとかがあるんですか？そうですね。今はもう、こっちなんですか？あ、じゃあ行ってみようかな。前ほんと正面だけ行ったと思うんで。正面は何にもない。はい。なんもなかったです。いやこっちがいいっす。こっち行ってみよう。はい、今から泳ぎますね。もう6時近い。6時超えてるな。6時3分ですけど、サンセットスイミング。しかも今日、西表島でもう1回泳いでるんで、2回目ですね。体力的に大丈夫か？いきますよ。
いや、最高。最高の夕日ですね。前はやっぱり日帰りだったから、こんな夕日の時間までここに滞在することができなかった。本当に宿泊者だけの特別な体験が今できているということですね。そしてこの井田の浜、今僕たちしかいません。他に誰もいない特等席でこのサンセットを楽しむことができます。これこそ贅沢ですね。僕もね、ラグジュアリークルーズ乗ったりとか、高級宿泊まったりとかしてますけども、やっぱ何よりこういう誰もいない空間で、誰も知らない景色を見れるっていうのが最高の贅沢だなって最近は思います。これは至高ですよ。一度体験してほしい。ただ夕日見るだけだろうみたいな感じで思ってる方いるかもしれません。全然違いますよ。新しい世界開きませんか？ここ、井田の浜で。
しいですが、帰ります。これ以上いると、全く何も見えん中帰らないといけないね。恐ろしい。イノシシに襲われる前に帰ります。すでにもう見えん。何にも見えん。びっくりした。でもなんかカサカサ音しまして。全然低照度モード役に立ってへんやん。僕照らしますね。なんか照らさん方がいいかなと思ったけど。危ね。照らしなかったらこの木にぶつかるところや。何今なんかカサカサって音してカラオケの音は、はいヤシガニやと思うんですけど。あ、ヤシガニっすか。ヤシガニ発見したいですね。ちょうど西表島でヤシガニの話をめっちゃ聞いたんですよ。はい。ディエゴさんから。めっちゃ長生きだとか。昔は空想した死体を食べてたから、昔の人はヤシガニを食べないみたいな。50年から100年生きるみたいな。なんか、世界がすごいっすよ。らしいですね。老衰するとかじゃなくて、どんどん大きくなるらしいですね。で、サウナ島で一人取り残されて、はい。星空タイムラップをさせてたんですよ。はいはいはい寝転がって。はい。もう寝てしまったんですよ。はいはいはい。で、パッとこのつま目覚めたら、はい。横に、ヤシガニを取ってね。で、一匹ぐらいじゃなくて、何十匹って僕に目が来て、死体やと思われたんですか？そうなんですよ。近づいてきた時はね。はい。でも死体とかってそう、でも、あれホタル。ホタルね。この辺で。なんか音するな。異常なほどヤシガニがいるんで。あ、カエルや。それ怖いっすね、でも。そんなヤシガニ10何匹に囲まれたらトラウマじゃないですか。あ、ホタル。飛び方がヒナホタルだかヒナホタル。ああ、めっちゃら。光ってる。これ多分メスで飛ばないやつだと思いますわ。メスは飛ばないんや。はい。電気開けてもらっていいですか？わかんないですよ。おー。なんやなんや。おー。なにいろんな生物が。こんなナイトサファリまで楽しめちゃうんすね。リアルサファリっすね。命が怖いやつはでかいし。あ、いや、そらそうですね。で、急に出てきたら嫌っすね。車走ってても、皆さん急にいますもんね。普通に道に出てたりするじゃないですか。島とか山とかっていう。まあ、襲ってきたりはないけどね。それはさなんか嫌だけど。いや、まあ、いや。それは、ヤシガニでも嫌ですね。その時もめっちゃ叫んだんじゃないですか。そう、起きたらヤシガニに囲まれてた。それが、なんかもう、ぐっすり寝るなんか、は結構冷静で。い。なんかやっぱカサカサして起きたみたいな感じの。でもそんな生きてる人まで食べるんですか？匂いとかで寄ってくるんですかね、ありますって。でもなんかカラスとかもそう、死んでるやつとかを狙うじゃないですか。死んだもののなんかやっぱ匂いがとかあるんじゃないですか。こんな長かったっけ？めっちゃ遠く感じる。まだ水場のとこにもたどり着いてないですよ。距離長くなってるんちゃうかな。普通帰りって短く感じるの。そうっすよね。あ、やっと水場ですか。ありがとうございます。さあ、もうこっから電気になるのかな。でもほんと42人しか人口いないんで、どういう感覚で生活してるんやろ。自分が住んでる集落というか、人数でもそんな42人みたいな少ない数じゃないからな。ここも宿っすか？そうですね。フランキッソ。ああ。映さないけど、もう、カーテンとかも閉めてないから、中身も丸見えやもんな。沖島とかの旅した時もそんな感じでしたね。月かと思ったらただの街灯でしたね。月がでも綺麗です。めっちゃはっきり見えてる。あ、わかりない。お風呂なりました。
青森いただきます。グラスがあるんですよ。あ、一杯500円です。あ、わかりました。はい。あとロックでも水割りでも、はいストレートでもあ、それ。 500円です。すごい。持ってきたやつも飲んでもいいですか？もちろんもちろんあ、じゃあ最初ビール飲んで、八重線いただきます。大山ちょびっとしか入ってない。あ、そうなんですか。あ、じゃあ制服にします。はい。帰り怖かったっす。あんまり呼ばれても振り返っちゃいけないっていう怖い話。そういうの聞きたいっす。主人が言ってた。昔。この息子さん、釣りの名人らしいです。今はここにはいないけど。じゃあちょっと持ち込みのビール、西表島で買ったやつ。ここも西表島ですけど、いただきます。泳いでやったやからうめえ。うん。いや、ここにいると、こう、食事できるだけでもなんかめっちゃありがたいですね。そういう気持ちになりますね。もうこれ食べ終わったら、明日の朝まで何も食べれないですからね。何も持ってきてなければ。ただ私はもう昨日、西表島で柿ピーとか買ったんでね、最悪は柿ピーがある。美味しいですね。この魚めっちゃ美味しいですけど、なんていうんですか。あ、ウルクンなんですか、これ。毎日の生活みたいなんてどんな感じなんですか？その買い物とかって1週間に1回行くとか、どこまで行くんかなとか。人それぞれですけど、うちは私が船を持ってるんですよ。私は郵便の仕事もしてて、で船で郵便しながら。船で郵便ってどういうことなんですか？ポストがあって、その集荷をしながら私が届けて、で向こうに届いた郵便物をまたこっちに持ってくる。配達。ああ、そうか。その配達が船なんだ。自分で船持ってる人はもう自分で行ったり来たりするんですか？好きなように。そういう感じなんです。でも世帯で船持ってるから、だから買い物はみんな石垣とかまで。石垣まで行くんですね。その買い出しはどれぐらいのペースでするんですか？なんだろう、私も半年ぐらい船木から離れてない主人が闘病中なので、でも他の人は1週間に1回とか2週間に1回ぐらい行ってるんじゃないかな。今はどうしてるんですか？買い出しみたいな。石垣で買い物代行してくれる人が。そういう方がいるんだ。それは手数料がかかるんですけど、LINE でやり取りできて、例えばドン・キホーテで犬の餌とお米とウインナー買ってくださいみたいな注文すると、買ってきて船で積んでくれる。そんなサービスがあるんや。で、料金は振り込む。もうこっちで買うとほんとすごい高いんですよ。お米とかもめちゃくちゃ高いし、ナスとかでも1本250円とか、ものすごい高くて。石垣の方が安いみたいな。そうそうそう、もちろんもちろん。だけど、こっちは石垣からまた船で来てるから、こっちに来れば来るほど高くなる。上原は安い、中野はもうちょっと安い、署内はもうちょっと高い、白浜すごい高いみたいな。そういう感じだね。なるほどな。ネットショップとかは使わないんですか？アマゾンとか。最近はもう全部ネットショップとかメルカリとかで、醤油とかね、米とか、油とか。でもさっき言った買い物代行はアマゾンでは賄えないやつをお願いしてるみたいな。アマゾン2週間とか3週間待ちなんだけど。そんなかかるんですね。そうなんですよ。じゃあその買い物代行の人の方が早いみたいな。そう。あと、どうしてもマクドナルドが食べたいっていう時は。それも買ってきてくれる。それもついでに。面白いサービスですね。それでも僕神戸なんで、それこそアマゾンの夜中に頼んだら次の日の朝に届くとか。そんな時もあるんですけど、だからそれからするとすごい不便じゃないですか。でもなんでここにずっと住み続けるとか、そんな理由ってなんか何なんだろうと思って。でも便利じゃないですか。大昔に比べたら。今、本当にインターネットも全部つながってるし。ここもインターネットつながってるんですよ。そうそう、Wi-Fi とかも全部つながってるし。Wi-Fi あるんですか？います。書いてる。ほんとや。Wi-Fi ないと勝手に思い込んで。本当にゲストネットワーク。すごいです。昔も不便と思わなかったけどな、なんか。その考え方すごいでも大事なことですね。その環境に慣れたらなんか別にそれは苦じゃないみたいな。そう逆にここで良かったみたいなってなんかあるんですか？こういうとこが好きみたいな。全部じゃないかな。すごいですね。何でもある。
話がそれるけど、はい今落差がはい。ないとかで、プリントができないとか、ビニールが作れないんだったっけか。ああ、それでなんかゴミ袋がある。白黒になるとか、あ昔はお豆腐とかも洗面器持ってからお豆腐屋さんに買いに行って、うんお水張った鍋にお豆腐を切り分けしてもらったりとか、お魚屋さんに行ったら紙で包んで持たせてもらったりとかだけど、今なんかそういう放送で過剰になってるじゃないですか。そうですね。あんなの見直すべきじゃないかなとか思うし、はい船秋にいたら石垣行って買い出しした時、肉買ってもビニールどれで多いんですよ。で一時お客さんがうちに差し入れしてくれるのに、全部そのトレイを取ってラップだけにしてくれたらほんとぺしゃんこになって、いかに余分な資源を使ってんのかなとか思うと、もっと昔に戻ればいいのにって船秋に余計に思いますね。なるほど。いや、本当なんかこの船浮きはもう人間が最低限生活できる原点みたいなものがちゃんとある。だから十分ここで全部あるっていう感じなんですよ。と思ってますね。いや僕も石垣島やけど、コンビニまで車で片道30分かかるやつなんだけど、近くにコンビニがじゃあ欲しいかっていうと、絶対いらないですもん。今のままでいい。ね、そうです何もいらないですね。その樽を知るみたいな感じっすよね。今のやっぱ都会にいる人とかは、どんどん便利な方に走るじゃないですか。これがあった方がいい。コンビニが近くにあったらいいとか、マクドナルドが近くにあったらいいみたいな、それがどんどんなんかそうなっていってる世界観で生きてるわけじゃないですか。時々は食べたいけどマクドナルドでもマクドナルドが食べたいとか、モスバーガー、はいモスチーズバーガーが大好きなんだけど、はいあのソースを手作りしたいと思ってインターネットで調べたらモスチーズバーガーの作り方とかも出てくるわけですよ。そうしたら自分で作れるんですよ。私パンも焼けるし、ソースも作ってパテも作って、そしたらモスチーズバーガーを自分で作れるわけですよ。だからそういうこともできる。美味しい味噌カツのお店で食べたやつを味を自分で再現するとか、そういうのがまあ贅沢かなと思いますね。自分が作れる。いや、これは、でも本当響く話だと思いますよ。都会の人には。だって普通、ここはどう表現されるかって何もない集落みたいな表現は普通はされると思うんですよ。人口も少ないし、井田の幅しかないぐらいの感じで多分言われるけど、でもここに住んでる人は何でもある。そうそう。ね船吹に池田卓さんっていう歌手がいるんですよ。卓さんもよく何でもこの島はあるっていう。私もそう思います。なかったら作ればいいっていう感じ。ああ、めっちゃいいっすね。これは素晴らしい考え方っすね。でもね、この愛子さんが、昔からそういう人だったかっていうと、別にそうじゃないと思うの。そう。多分船吹に来たからだと思いますよ。なかったらないでなんかみんな工夫する。もう島の人みんなそうだから。モーリーさんの話全然僕してなかったけど、はい。僕あんまりその旅の YouTube、特に沖縄情報の人たちって全然見ないんですよ。その五島列島でモーリーさん見て、この人すごいまずね、映像が綺麗。あ、そう。音楽も綺麗で、喋ってることが、はい。よくある YouTuber じゃなくて、はい。本当に島好きとか、旅慣れた人、そういう感覚で喋ってあって、この感覚ってすごいじゃん。で、何この人、じゃあこの人が作る沖縄を見てみようと思ったら、全然他のね、YouTuber と違って、来る人が喜ぶような動画ばっかり上げてはるんですよ。見たい。見ますよ。網取集落行ったことあります？網取ないです。網取って何ですか？網取集落。網取集落ってもう一つ、もう誰も住んでないんですけど、船でしか行けなくて、まあ上陸も多分許された人しかできないのかな。今はもう立ち入り禁止みたいになっちゃってるんですけど、そこももう本当に昔、主人が小学校の頃、あっちも人口が多かったから、合同で運動会やったとか、だけどやっぱ北風が強いと島に渡れない、西表本当に。だからどんどん島を離れる人が多くなって加速していって、もう最終的に廃村になっちゃったんです。船浮きも廃村の危機に立たされてるから、ここも人口が減っ
っていってるんですか？どんどん減っててますね。もう子供がいない、子供を産める女の人がどんどん高齢化しているから、今だから一番小さい子供が4年生かな。ああ、結構大きいんや。そうそう、けど、移住する人とかっているんですか？そもそも受け入れてない。お家がないんですよ。ああ、そういう住宅よぐらいしかくあるパターン。そういう住宅も一つしか空いてない。じゃあ人口を増やそうと思っても増やせない。そうそうそここに住んでる人は主に何が仕事なんですか？う。民宿。民宿ですか？要は観光。それと学校の先生。ああ、学校の先あと琉球真珠ってあるんですよ。真珠を育ててる。生。へえ、そういう産業があるんだ。で、でも真珠もね、なんかどんどん売れなくなっていくから下火になってきて、だから学校が休校になったら先生もそうですね。本当になくなってしまい、子供が大事ですね。そうですね。もうどの島でもそうだけど、やっぱ子供がいないと。完璧なパイナップルの切り方を農園の人に教えてもらったんで、とりあえずそれがピーチパイ。はい、ゴールドバレル。内地に行ったら何千もするっていうやつで。ピーチパイ。召し上がっていいでしょうか。ほぼ一緒やな。こっちは酸味があるけど、こっちはまろやかな甘さがあって。だけど、ゴールドバレルの本気はこんなんじゃない。ゴールドバレルもピンからキリまであるからね。スナックパイン美味しい。通称出来がいいらしいんですよ。なんか甘い。皆さん、パイン評論家になってるね。この後星空を見に行くんですか？天の川。ああ、2時っす。2時しか見れないの2時に上に。そうなんだ。そうです。これシーズンによって変わっていくからさ、これからもう6月、7月になると早い時間から切れると。そうですよね。結構ね、夏はここにバーってかかりますよね。そう。それとくっきりしてる綺麗な場所は今のだけなんです。へえ。なんか暮らしてると空なんか見ないからね。下ばっか見て、ハブいないかな。下ばっか見てるから。ハブ遭遇するんですか？ハブ気をつけてくださいね。そう結構いるんですか？いますよ。へえ。気をつけてください。怖っ。普通に。今必ず夜はライト。最初ライトつけずに歩いてた。危ない。暗闇でうろうろしたらダメですよ。どこにハブがいるかもしれないと思ってから行動してください。前井田の浜行くところの柵なんかありましたっけ？あれイノシシがあんまり集落の中に入ってくるんで、今集落ぐるりと柵で囲ってる。柵してたら行っちゃダメと思う人がたくさん。いや、僕も最初臨時休業かなと思った。結構引き返してくるお客さん多いんで、ここら辺にうろ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 して。ああ、そうなんですね。だから行けてない人もいるかもしれないですね。じゃあ制服をいただきます。氷とかあるんですか？氷は水蒸気があって、はい、ありがとうございます。じゃあ制服いただきます。明日はパンはないんですか？直木パン休業中です。明らかに書かなくなってますよ、文字を。今の子供たちは。だってほとんど授業ではタブレット、パソコンだから今ノートないから。これじゃまずいっていうことでなんか書くようにする指導をし始めたらしいけど、もうだってパソコンタブレットに慣れてる子にしたら今度字書くのが苦痛なんじゃないのかな。いやもう大人もやっぱ書かないわ。署名してとか嫌やもん。本当書くことなくなりましたね。そうです名前か住所ぐらいしかなんかもう書いた記憶がないです。ですよ。日本人はもうちょっと漢字を書かないとダメですよ。もうダメになっちゃいますよ、人類は。私だからなるべく日記を書いてるんですよ。すげえ。手書きで？手書きで。でも今日は何もなかった。何もないことないはずなのに。まあ、今日は淳さんと毛利さんが来たことを書きます。YouTube は毛利さんと淳さんが来た。熱い討論を交わした。はい、今夜の11時半ですけど、すごい静寂ですね。いや、いいっすね。食堂のところも、まだ開けっぱなしなんですよ。そういうスタイルがいいっすよね。誰も開けっぱなしにしても物取らないみたいなね。性善説で成り立ってる。それが素晴らしい。
結構綺麗に見えてますが、街灯が明るすぎて難しい。4時15分ですね。ずっと夢中になっていろいろ星空を観測しようとしたんですが、船脇は意外と街灯とかライトが多くて星空撮影には不向きですが、実際に肉眼では星空めっちゃ見えてます。天の川も見えるんですが、街灯が明るすぎるようになります。以上です。なんと結構みんな窓開けっぱなしに寝てたりとかするから、いろんな生き物の声も聞こえるんですけど、寝てる人のいびきとかも聞こえますね。面白いですね。こういうところじゃないと味わえない感覚ですね。誰かの寝言とかも聞こえますね。今では考えられないですけど、昔はこういう生活だったのかもしれないですね。飛び落ち子投資、読むだけで人生が豊かになる大人のための旅エッセイが出ました。大人のあなたにこそおすすめの本になっております。ぜひどうぞ。旅で人生が動き出す。おはようございます。今7時12分ですね。7時から朝食だったはずだけど、昨日星空で4時までやってたのを聞きたいと思います。うわ、こっちに朝日が出たんや。撮ってたらよかったな。ここでタイムラプス。おはようございます。この後トーストありますので、あ召し上がってください。はい。あちらトースターもあります。コーヒーも入れてあるので。ありがとうございます。船着き場のところ、昨日電気ついてて困ってたんですけど、もともとは人が来た時しか使わない仕組みなんだけど、今壊れてるらしいです。だからずっと昨日電気がついてて、星が取りづらかったです。なかなか治ってないらしいです。昨日ね。はい。おー、すごいすごい。パンもあります。トースターもあります。コーヒーもあります。いただきます。昨日4時までやってたんでテンションが低いです。このご飯保存する、これも懐かしいですね。小学校の頃にあったな。水いただこう。淳さんまだ爆睡してましたね。はい。4時ぐらいまで撮影してたんで、はい。2時半ぐらいに起きて、天の川がそれぐらいに出るんで、あれが眩しすぎたから、どこ行ったら眩しいのなくなるんやって言ってずっと探して、ここが船浮っていうのが分かる感じで撮りたいなって言って、浜辺まで行ったら、船浮ってあんま分からん、どこでも撮れるやんみたいな感じになったから。よくそこの東屋のところから、こういう感じで天の川撮ってる人がいる。ああ、東屋のとこ。でもそこも明るいからね。はい。あ、そうなんですよ。街灯も結構、街灯もなんか明るくなったんですか、昔に比べて。なんかそんなことは言ってましたけどね。LED になってるかみたいな。そうかも。うん。明るくなってるって言ってた。そう。だからこう、街と一緒に撮ると、どうしてもめっちゃ光っちゃうから。明るいですね。一応出てるんですけど。そう。皆さんね、街灯が明るすぎるっておっしゃるけど、はい、住んでる人にしたら、街灯ないと。まあそう。そうっすね。人感式の方がいいんかな。
朝日こっから登るんやったんですね。そうですね。全然違う方向向かしてた。ここに登るんやったらカメラここに置きっぱなしで寝たらよかった。はい。こうスイカとかはどこのやつなんですか？なんかお祭りって言ったらいいんですかね。お祭りの時かなんか700人ぐらい集まるみたいなことを AI で調べたら言ってたんですけど、本当にそんなに来るんですか？いますね。その時って船はなんか増便されたりするんですか？石垣からはいドリーム観光、大きな船。なんかちょっと結婚しちゃったけど、八重本コイリーさんも。それなんか特別便みたいなのが。石垣からの直行便を出したりとか、今この船木の定期船がもう何回かな、もう4、5回こうピストンで白浜と船木行き来してお客さん運ぶのと、あと今そこに止まっているグラスボート、あれもお客さん乗せて何回かピストンしますね。本当にすごい一大イベントなんですね。そうですね。ゲストも有名な方とかがいろいろ盛り上がります。今年はいつあるんですか？今年終わった。終わった。4月の第3土曜日です。毎年。先月やったんや。なんてこった。おはようございます。どうぞ。涼しいですね。ね、朝晩涼しいですね。夜本当涼しい。旅行の方なんですか？虫取ってんです。虫取り。昆虫。こっちにしかいない昆虫とかがあるんですか？そうですね。さあゆっくりして今10時です。洗濯もできて、ちょっと風が強くなってきて雲も増えてきたんで、明日からちょっと天気悪くなるのかな。で今日ここぐらい寄って帰ろうかなと思ってるんですけど、山根コンテナスなんと本日終了。このフルーツサイダーフロートとかね、ちょっと飲んで帰りたいところですけど、船浮きパフェとかあるやん、船っぺ、それ食べて帰りたいな。なんか船でどっか出て行ったみたいな話を。もう一回井田の浜行くか。朝の井田の浜。おはようございます。これか、じゃじゃ丸って。じゃじゃ丸で行くんすかみたいなことを X 言われて、どういうことやと思ったけど、ここやってるのかな。やってない。じゃあここで買おう。はい、飲み物を買って行きたいと思います。僕すいませんね。僕ちょっと飲料メーカーからもしスポンサー入ったらこのアクエリアスもぼかしてるかもしれません。ぼかしてなかったらまだ入ってないです。無念すぎますね。なんかマシンが動き出してる。今か何か作業するのか。このハイビスカスっていうのは1日に1回しか咲かないみたいですね。でも落ちていくと。だからこうやっていっぱい咲いてるのは全て1年に1回咲いたハイビスカスということらしいです。すごいですよね。なんかずっと咲いてるイメージだけどそうじゃないみたいです。西表島の動画から連続で見てる人からすると、いやさ前言うたやんみたいな話かもしれないですけど、この動画しか見てない人もいるんでね。普通なかなかね同じところに何回も行くってないですけど、赤島の西浜ビーチとかは何回も行ったりとか、波照間島のそれも西浜何回も行ったりしましたけど、それと同じような感じですね。それぐらいしかやることがないみたいな、それがまた最高なんですよね。すごいしょうもないやんみたいな感じでね思う人は、これはもう行ってみたら分かる、その素晴らしさ。映像だけじゃ伝わらないかもしれません。夜は怖かった道も朝に通れば怖くない。太陽の光の偉大さ、そんなことも知ることができるんですね。自分で閉めると。でもこれもこうやってやるっていうのを知らずに入れないんだと思って帰ってくる人もいるそうでね。伝え方って難しいっすよね。いや伝えてるやんみたいなね感じで思うけど、よくビジネスの世界でも相手に伝わってなければもう自分が悪いと、僕もよくあります。自分では伝えたつもりだったけどちゃんと伝わってないみたいな、認識違いみたいなね。その時になんでだよって思う気持ちはやっぱ人間なんでねあったりしますけど、でもそこでふと自分の伝え方が悪かったなとか、そういうふうに考えることが大事なんですよね。だからこのイノシシが入らないようにただ閉めてるだけで、人間は入っていいんだよみたいなところをちゃんと伝えてあげる必要があるということですね。そんなことも教えてくれるんですね。この伊良の浜の道はね、まさに
ダレアジ湖同士です。そして太陽の光偉大ですね。あんなに真っ暗だったのに太陽の光があるだけでこんなにも印象が変わる。そんな光の偉大さとか普通に過ごしてたら感じないですよね。これも島旅して知ることができるんですね。ほんと帰りは昨日バイオハザードのなんかゲーム実況チャンネルに切り替わったみたいなね、そんな映像だったと思うんですけどね。落石注意って僕いつも思うけど、注意して防げるもんなんやのかみたいなねことはいつも思います。あ、なんか作業されてる。あれは何だろう。じゃあこれは何をされてるんですか？これは何をされてるんですか？ああやって虫を探してるんですね。虫が嫌いな人もたくさんいるけど、虫が好きな人もたくさんいるということですね。まあ島旅もそうですね。島旅好きな人もいれば島旅好きじゃない人もいる。そんなもんですよ。モーリーチャンネル好きな人もいればモーリーチャンネル嫌いな人もいる。もうそれでいいんです。全員が全員別に好きじゃなくていいんです。そんなことないっすよ。ディズニーランドが全員が全員好きかというと大間違いですね。僕はそんな好きじゃありません。だからディズニークルーズとか見送りました。本当だったら再生伸びるかもしれんけど、自分が好きだと思えないものに無理やり乗って最高だったみたいな感じで僕が言える自信がなかったです。なので僕はディズニーランドとかディズニークルーズの案件より、もし船浮きの案件があるんだったら船浮きの方を喜んでやりたいですね。そっちの方がワクワクするからな。それはディズニークルーズの案件の方がお得なんかもしれないけどな。そういうことじゃないでしょ。人生はね、全部コスパとかお得とか一緒か。そういう自分が本当にやりたいと思ってないけどお金が手に入るからなんかまあやるかみたいな、まあそれはね誰しもゼロじゃないと思いますけど、まあ、それだけが人生じゃないですね。たとえお金なくても、むしろお金を払わないといけない感じでも自分が体験したいものに投資をしていく、それこそまさに自己投資ですね。肝心なとこ言い間違えてるやん。じゃあまさに旅は自己投資ですね。こうやって伊田の浜までにそれなりの距離があるから、こういうどんどんその間にいろんなこと考えますね。僕もいろんなことをお話ししちゃいます。正直もう汗だくです。びっくりした。めっちゃ速いスピードで鳩みたいなのが横切った。さあ見えてきます。昨日とはまたちょっと違う景色が。お、誰かいるな。声が聞こえる。泳いでる人がいる。来ましたね。あ、何人か今日はいるな。西表から来たんかな。綺麗ですね。昨日より結構水が増えて、この手前側がめちゃめちゃ美しい。一昨年ね、初めて来て。あ、一昨年に初めて、それも僕の動画見てですか？ありがとうございます。で去年も来る予定だったので、コロナになっちゃって来れなかったんです。珍しいですね。去年ですね。去年。ずーっとそれまでかかんなかった。当日キャンセルと大変でした。もうその西表島にハマったみたいな感じですか？もういろいろ。まあ沖縄の島は、まあ最初本島とか、一昨年に初めてこっちに行って。いや、いいっすよね、ここ。いやでもまだまだだって80いくつとかでも旅されてる方とか、やっぱり出会うんで、まだまだ旅楽しんでほしいですね。自分が頑張れるじゃん。まあただもうツアーが全部ダメなんですよ。年齢制限みたいな。そうか。ボートで行ってシュノーケルとかしたいんだけど、そういうことか。僕が知ってるとこだと奄美大島の大きいさんとかは多分やってくれると思うんですけど、別に80歳の人でもやってるって言ってたから。
今回は。今回はこの船浮に泊まったんですよ。えで、まあ今日帰るんですけど、泊まって夜の星とか。はい。そうです。やっぱ、やっぱ泊まらないとそういうのが見えない。サンセットとかもね、ここでサンセットが落ちて、すごい良かったです。ああ、なるほど。はい。暗い道を歩ってくるわけです。帰りが、行きは良かったですけど、サンセット終わった後に帰るのはめっちゃ怖かったです。そうですよね。すごい生き物がわさわさ動き出すんですよ、やっぱ暗くなると。めちゃくちゃ怖かった。まあでもそれ含めて楽しかったですけど。昨日鳩間行ったんですけど。あ、ハートマン行ったんですか結局、土日月ぐらいがダメだった。ああ、そうですね。やっと。やっと昨日行けて。よかったですか？よかったです。僕のフィンありましたかね？なくしたやつですね。それは見つかりませんね。でも真夏よりやっぱりこのぐらいの方がね。そうね。前回7月に来たらもう。7月暑いでしょ。ね。辛くて。僕ももう7月とかは厳しいっすね。若い時やったらいいんかもしれないですけどね。どうなんやろ。日差しが強いっすもんね。じゃあまた。はい。ありがとうございます。楽しんでください。ありがたいですね。僕の動画見て、この船浮に来てくださって、最後の旅かもしれんみたいな感じで、年齢聞いたのが77歳ってことなんで、いや、まだまだ、ということでね。でもやっぱそれぐらいの年齢になると、なかなかアクティビティができないみたいな感じで言ってましたね。だからそういうお年寄りの方をしっかり手厚く安全に対応してくださる人とかがいるといいのかもしれないですね。これはすごい。
今日 X 言われてます。ダダ丸でどっか行くんすかみたいな。オープン西表でツアーしてるのが定期的にやってるんですよ、邪魔だ。どこが出してるの？これがもう、あ、ここの人がやってるのじゃあ、やってるな。やってる。じゃあ、もう、ここで食べますか。やってるやん。ソーキそばもあるよ。フルーツサイダーフロート。スープそば来ました。ナッペです。はい、いただきます。今11時58分なんですけど、12時50分やと勝手に船の時間思い込んでたんですけど、なんと12時半でした。まだパッキングもしてないからめっちゃ急いで食べないといけない。だからもうあとは楽しませてもらいます。でもそれじゃ納得できないんで一口ぐらい食べとくか。やばい。完全に思い込みっすね。皆さんも思い込んでないですか？なんもない島やからしょうもないんじゃないかみたいな思い込みっす。それは何でもある。食事があることがありがてえ。10分でパッキングしたとして10分で食べ終わらないとやばいっす。素晴らしい。これぞしますね。1分ぐらい時間失ってから最高ですね。フルーツサイダー、こんな都会的な入れ物に。じゃあちょっとあとは楽しませてもらいます。急いで食べます。あとは3分です。ちょっといただきます。ゼリーうまい。黒糖の何これ、シャーベットフロートに入ってたやつですよね。これうまいですね。これって手作りですか？そうです。めっちゃ美味しいです。昨日作ったもんで、塊がまた弱いかな。めちゃくちゃ美味しいです。じゃあ、あとは楽しませてもらいます。マジ時間ないんで、あと2分。やばい。あと4分。やばい。今出発しました。マジでギリギリやった。ここでカメラマンの淳さんと一旦お別れです。ありがとう、大きい。なんかあそこ穴がある。ありがとう。白浜港に到着いたします。早い。3分ぐらいで着いたよね。じゃあ。モビーチャンネルですか？ああ、そうです。やっぱりそう。ああ、見られました。動画を見て、はい。嬉しい。ありがとうございます。頑張って。ありがとうございます。良い旅を。ありがとうございました。あれっぽい気がする。アウトオブサービス。なんてこった。何時 ?12 時48分か。もうすぐや。これですね。白浜。どこまで行くんかわからんけど。多分、待っといたらいいのか。しかもクレジットカードもいけそう。
はい、これにてですね、西表、奥入表っていうんかな、奥入表船浮1泊2日の旅が終わりになります。皆さんの目にはどのように映ったでしょうか。いや、前回も西表島の旅でふとインスピレーションというか、ここしかないって思って急遽予定を変更して行った船浮だったんですけど、今回泊まってみてね、もともとワクワクしてたんですけど、やっぱ泊まってよかったなと思いましたね。誰もいないその海だったりとか、誰もいない夜の静寂だったりとか、そういったところももちろん良かったんですけども、宿の方にいろいろ話を聞いて、船浮の人ってどんな感じで生活してんのみたいな、なんか不便じゃないのみたいな、僕はちょっと失礼ながら何もないから大丈夫みたいな体でちょっと聞いちゃったんですよね。でも実際話してみると、いや何でもあると、何でもあるから十分満足みたいな話をいただいて、そういう視点だったんだみたいなね感じで、ちょっと衝撃を受けましたね。だから僕たちなんかあれもないこれもないみたいな感じで不便だなとか、もっとこういうのが家の近くにあればみたいな感じで言ってる人いますけども、いや今回の動画を見たらそんなこと言ってられないんじゃない、十分満たされてるんじゃないみたいなことを、いや本当に思い知りましたね。船浮に泊まるっていうことがね、メジャーではないですよ。いい環境でもないです。正直めちゃくちゃいい部屋でなんか贅沢な感じの宿はないですよ。けどそれを差し置いても十分僕は泊まる価値がある島だなと思いました。なんか大神島のような感じの動画になるかなと思ってたけど、またちょっと違う満足感があります。危機感みたいなのはそこまで大神島に比べると感じなかったし、みんな前向きになんかいろいろ考えてるような感じがしました。というわけで皆様も行ってみてください。それでは今からここからバスで向かって帰りたいと思います。バスで上原港向かって、そこから石垣島に向かいたいと思います。はい、来ましたね、豊原行き。これって上原に行くやつですか？上原に行く。上原から大原行ってさ。じゃあ上原行くんやったらこれ乗ったんです。カードでも行ける。でしたらカードから。はい。現金のお客様は1000円。はい、わかりました。まだ出発してます。本当にフェリーがついてすぐ出発ですね。ありがとうございます。慌てないでいいです。はい、気をつけて。ありがとうございました。はい、バス停上原着きました。ありがとうございます。バス停止ボタン押してなかったから、このまま大原まで向かうところでした。まあ最悪大原に向かっても帰れますけど、でも僕が乗る時に上原まで行きますかって聞いたから、わざわざバスのおっちゃんが止めてくれました。ありがたい。それではこれで帰りたいと思います。ぼーっとしてた。優しいですね、島の方。はい、こんな感じで上原発2時半ですね。あと1時間くらいあります。本日の営業終了？どういうこと？どこで買ったらいいんやこれ。タッチ決済でご乗船 OK って書いてある。じゃあチケット買わなくていいってこと？ちっちゃい船やな。観光とか並んでたけど、僕八重山観光フェリーでした。なんかみんなとチケットを持ってる色が違うなと思ってたんですよ。八重山観光フェリーのロゴの色青やのに、チケットがなぜかオレンジなんですよ。みんな青持ってたから八重山観光フェリーかと思ったら、僕が持ってるやつオレンジです。ペイントです。来た来た来た。あれやあれや、チュラさん。バスに向かってします。具志堅さん、帰ってまいりました。いつもありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。船浮きの旅、ずっと行きたいなと思っていながら泊まってみればやっぱり最高の島でした。今の僕たちにとって考えさせられるような一言がたくさんあったと思います。今の時代だからこそ行くべき、そんな場所だなと思いました。ぜひ皆様も行ってみてください。このような動画をもっと出してほしいと思ったら、皆様のいいね、コメント、そしてハイプをお手持ちのスマホからお願いいたします。メンバーシップではここでは言えない旅の裏話や近況報告などを毎週ノーカットで出させていただいております。メンバーも続々増えております。皆様の参加もお待ちしておりますよ。はい、ついにですね、モーリーチャンネルの新しいコミュニティができました。ディスコードというアプリを使うことになるので、こちらの QR コードからぜひどうぞ完全無料で参加できて、メンバーの方しか見れない内緒話コーナーもあります。ぜひどうぞインスタグラムや X、スレッズもフォローお願いします。皆さん旅行行くのに着るリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れるなんて思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあんたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。キルリュックベストの新作キルリュック2も出ました。ここにはポケット追加されまして、さらにサイドファスナーだったりとか隠しポケットも追加になってめちゃくちゃパワーアップしてます。肩幅も細くなって女性の方でも着やすくなってます。ブラックとネイビーどちらか好きな方をどうぞ。旅は自己投資。はい、皆様大変お待たせいたしました。リクエストの多かった夏用のキルリュックが誕生しました。その名もキルリュックエアーということでね、めちゃめちゃ軽くて薄いのに収納力抜群です。なんと透明の入れ物もつきまして、ホテルのカードだったりとか航空券だったりとか見せたいもの、どこに置いたかわからなくなるもの、ここに入れとくことができます。しかもですね、キルリュックベスト2重ね着できたりとか、その上にさらにキルリュック LS を重ね着することで収納力が2倍3倍に増えていきます。全部揃えてどうぞ。まさに旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。